はい、皆さんこんにちは。ミシガン在住29年、舞こと井原です。今日のエピソードは留学初日です。では動画の方ご覧ください。どうぞ。6月9日、29年前ですね。僕がまだ18の時に海外留学のために渡米しました。それまでに海外旅行は一切したことがありませんでした。国内ではもちろん飛行機にも乗ったことありましたし、例えば僕は関東に住んでたんですけど、北海道とかそうですね、子供の頃は九州の方にも行ったことがあるらしいんですけど、でも国内旅行しかしたことはありませんでした。同伴者は、仲間というか同じ高校卒業したばかりの、海外留学希望の、友人が5名、僕も含めて5名ですから4名ですね。友人が4名いました。で同伴者、君島さんという方だったんですけど、大人の方が1人引率コーディネーターということで同伴されました。困ったことはいろいろありましたよ。いろいろありましたけど、今、パッと思いつくのは、まず飛行機の中で、乗組員の方がユナイテッド飛行機だったと思うんですけど、多分アメリカ人の方だと思うんですけどね、がサービスというかお世話をしてくれたんですけど、もう英語が全く通じないというか、緊張してたのもありますし、もうオレンジジュースとかコーラとか頼むのだけでももう精一杯でしたね。いや、こんな状態で本当に大丈夫なんだろうかって自分で言うのもなんですけど心配になりました。はい。あとはイミグレーションですね。入国審査の時に、当時の僕らの感覚ではそんなに大したことではないと、普通のことだと思うんですけど、入国審査のところで一列に並んでしまったんですね。今振り返るとばらけて、別々の列に並べばよかったんですけど、引率者の方が、一列に並んで入国審査を受けたもんですから、僕5番目最後に行ったんですね。そしたらその時は受付というか審査をする方がですね、もう完全に切れていて、なんでこんな一列で私のところだけ並ぶなよみたいな感じで、もうすごい剣幕で喋られました。もう何を言ってるのか全く分かりませんでしたけど、怒ってるっていうのはもう伝わってきて、もう膝がガクガクに震えたのを覚えてますね。もうここでそんなことはないんですけど、もう入国拒否されたら一人で帰るのかなみたいなそんな、笑い話というか、もうあれはすごい強烈なジャブでしたね。もう本当に不安になりました。英語は英会話に通いましたよ。どのぐらい通ったの？3ヶ月とか、ちょっと記憶は定かではありませんけど、駅前の確かノバだったと思うんですけど、駅前留学のとこに通いました。はっきり言ってそれが良かったか悪かったかっていうのは、今振り返っても分かんないですね。英語を喋るということに慣れていたというか、喋ることに対する抵抗がやっぱり一番最初に強くあるので、それをある程度乗り越えていたっていうのはメリットがあったかなと思いますね。でも今はオンラインとかで英会話の教室とかができるみたいなんで、それでもう十分じゃないですかね。万端じゃなかったですね。もうアメリカに来たら勉強しようと思ってたので、それまではほとんど遊んでました。で高校、卒業が3月じゃないですか。だから
バイトをしたりアルバイトをしたり、遊んでましたね。勉強はほとんどしてなかったので準備は万端ではなかったと思います。はい。ミシガンの第一印象はとても良かったですよ。もちろん行く前から写真とかではカタログっていうのかな、パンフレットっていうのかな、それで写真を見てもう憧れは抱いていたので、その通りの、自然がたくさんあって緑が本当に綺麗で、僕らが行った大学は本当に田舎の地方大学都市みたいなところだったので、人口多分3万人とか当時言われてた記憶があります。そのうちの生徒が、半分ぐらいどのぐらいなんですかね。ちょっと3万人っていうのもちょっと後で調べてみますけど、田舎の町だったのでとても良かったですね。僕の性分というか性格には合っていたと思います。どのくらいそうですね、確か成田空港のこれはねあんまり記憶にないんですけど、成田空港の近くに前泊したような気がしますね、ホテルかなんかで。飛行機に乗って東京から、東京からシカゴに1回入って、そこで入国審査を受けて、でシカゴからグランドラピッツっていう地方のちょっとミシガンでは2番目に大きい町ですかねに飛んで、そこから車で1時間ぐらいかけて大学に、車じゃないです、ごめんなさい、マイクロバスみたいなやつに乗せてもらって、大学の人に連れられて行ったんですね。東京からシカゴが多分13時間ぐらいで、あれですね、待ち時間が多分数時間あって、それから1時間で1時間のフライトで、グランドラピッツからビッグラピッツまでは1時間ぐらいだったので、どうですかね、もう丸1日ぐらいかかったと言っても過言ではないと思いますけど、はい、20時間ぐらいかかったんじゃないですかね、全工程を含めると。大学に到着してから、5人僕も含めていたじゃないですか。でその3人がごめんなさい、大学の寮全体で2つか3つぐらいしか空いてなかったんですよね、夏学期の間は。2つだな、カーライルっていうところと、もう一つちょっと覚えてないですけど、そうですね、寮に着いたのがもう10時、夜の10時近くだったです。でまだね外が明るいんですよ。ミシガンの僕らがいた都市は西の方だったので、夜の10時ぐらいまでですね、午後の10時ぐらいまで今の時期だと、日没が本当に午後10時とか白夜かっていう話ですけどね。で寮に入って、チェックインを済ませて多分1時間ぐらいかかったと思うんですけどね。ビッグボーイっていうレストラン、今でもありますね、ビッグボーイは。でハンバーガーを食べた記憶がありますね。コースローって僕もスペルがいまいちあれですけど、そういう特殊な、サラダみたいなサイドディッシュをね頼んで、あんまり美味しくなかったなっていう印象は、今は結構好きな食べ物ですけど、当時はなんだこれっていうような味を、がしたのを覚えてます。でそれから寮に帰って、そしたらもう完全にドアが閉まっていてロックアウトされちゃったんですよ。もう多分夜中の12時回ってたかそれぐらいだったと思うんですけど、真っ暗の中でね、ガラスの扉の向こうに人はいるんですけど、どうやって入ればいいのか分からないんで、開かないんで、うろうろして、ドアの横にちっちゃいボタンがあって、それを押せばベルが鳴るんですけど、多分その時はそれを知らなくて、窓っていうかドアをずっとこう叩いてて、中にいる人に開けてもらった記憶があります。はい。そうですね。それで部屋に入ったら、もうルームメイトがいたのかな。ルームメイトはいなかったですね。でも
部屋の中にね自転車が置いてあったんですよ。びっくりしましたね。部屋の中に自転車って思いましたけど、まあ今考えると多分盗まれたくなかったので部屋にとりあえず一時的に置いといたっていうことだと思うんですけど、もうびっくりしました。でルームメイトはいなかったんじゃないかな。シーツも掛け布団も何も枕も何もなかったので、とりあえずマットレスの上にコロンと寝っ転がって、で29年前の話なんですけど、あの日のことは結構鮮明に覚えてますね。もう僕ももう年なんでって言ったらあれですけど、運動不足もたたってかあまり記憶力が良くないんですけど91年の6月9日のことは本当に昨日のように覚えてますね。あれはもう本当に忘れられない一日でした。はい、もうそういう一生の思い出に残るようなね経験をできたんで、皆さんもぜひ、留学、考えてみてはいかがでしょうか。はい、皆さん今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではミシガンの日常生活を実体験に基づいて配信しています。もしよろしければチャンネルの登録をよろしくお願いします。また今後の励みにもなりますので、高評価の方ポチッとよろしくお願いします。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。さようなら。武者さん元気にしてますか？ YouTube 頑張ってます。